はい、YouTube をご覧の皆様こんにちは。アトピー専門治療院です。よろしくお願いします。今回のテーマは、皮膚科の先生が聞かれて嫌がる2つの質問についてお話したいなと思います。この質問はですね、今のアトピーの問題の核心をついてまして、皮膚科の先生が聞かれて、嫌がる質問なんですね。で、実際に僕がアトピーだった時に、この2つの質問を、皮膚科の先生にぶつけてみました。いろんな先生に聞いてみました。でもうめちゃくちゃ嫌な顔もされました。中にはもう来なくていいよって言われたこともあります。でそれも分かるんですよ。だってこの問題っていうのはもう確信をついてて、もう痛いところついてるんで、皮膚科の先生が嫌な顔するのはもう理解できるんですね。でもし今、皆さんがですね実際に皮膚科に通っているとすれば、もうぜひこの質問を皮膚科の先生に投げかけてみてください。個人的にその皮膚科の先生がどう答えるかっていうのはもう個人的にめちゃくちゃ楽しみなので、ぜひ、その答えを教えてください。まず質問1つ目です。ステロイドって免疫を下げると思うんですけど、免疫って下げていいんですかと、この質問聞いてみてください。ですね、皮膚科の先生も免疫を下げちゃいけないっていうの分かってるんですよ。免疫を下げると良くない。なぜかっていうと、いろんな病気にかかっちゃうから。感染症にもかかるし、風邪もひきやすくなるし、いろんな病気にかかってしまう可能性もあるんで、免疫って下げちゃダメなんです。免疫下げちゃダメで、実際にステロイドを使っていいのは自己免疫疾患であれば全然ステロイドを使うことは個人的には賛成なんですよ。自己免疫疾患っていうと、例えばリウマチであったり、あとはそうですね膠原病であったり、あとはその甲状腺機能の病気であったり、あと何でしょうね、ギランバレー症候群とか、そういう自己免疫疾患に対してステロイドを使うのは、僕は個人的にいいと思ってます。なぜかっていうと、自己免疫疾患っていうのはもう免疫機能が暴走してるんで、もうこういう暴走している免疫を抑制しようっていうことでステロイドを使うのは理にかなってるんですね。ただしアトピーに関してステロイドを使うことが正しいかっていうと、どうなんでしょう、正しいとは思えないです、個人的には。はい、なぜかというと、アトピーってアレルギー疾患ですね。でアレルギーって分かりやすく言うと免疫機能の異常状態なんですよ。なので、その皮膚科の先生が免疫機能が異常状態だから、ステロイドを使って、免疫を抑制しようっていうのは分かるんですけど、でも僕個人的な意見で言うと、何度も言っているよりアトピーの原因っていうのは黄色ブドウ球菌の異常繁殖なので、これがアレルギーかっていうと、どうなんでしょうね。ちょっと個人的には疑う部分があります。で、そのアトピーに対してステロイドを使うことが正しいかどうかっていうのはまだ分かんないんですよ。なぜかっていうと、今の医療業界の中でも、その皮膚科の先生がですよ、今の医療業界の中でステロイドを使った方がいいっていう先生もいれば、いやもうステロイドなんて危ないから絶対使わない方がいいっていう先生もやっぱいるわけですね。でこのステロイドを使うべきか使わないべきかっていう議論はずっと今でもなされてます。で答えがないんですよ答えがない。皮膚科の先生でも考え方がバラバラなんですね。なので、そのステロイドを使って免疫を抑制することがいいかどうかっていうのはまだ分かりません。ただ個人的には使わない方がいいかなと思ってます。でこの質問に関しては、この免疫を下げていいんですかっていう質問に関しては多分、めちゃくちゃ嫌がられます。はい、で、2つ目の質問、はステロイドの副作用が今問題になってますけど、ステロイドって使い続けていいんですかと。でいずれ、使い続けると、最強ランクのデルモベートとか使っても多分もうアトピーが改善しなくなった時にどう対処すればいいんですかと、この質問めちゃくちゃ嫌がられます。はい、多分皮膚科の先生が説明することは、
アトピーって、ステロイドを正しく使えば大丈夫なんですって言うと思うんですね。でも正しい使い方の定義ってはっきり言ってないじゃないですか。個人的にはないと思ってるんですよ。正しい使い方ってなんやねんって思うんですけど、多分正しい使い方って何かっていうと、皮膚の症状に応じてステロイドを正しく使えば多分大丈夫ですよっていう考え方だと思うんですね。どういうことかというと、例えばその軽いアトピーの人に対してもういきなりそのデルモベートのような最強ランクのステロイドを使うかっていうと、これはもう明らかに間違ってますよね。でもその軽いアトピーに対してはそのマイルドなステロイドを使っておけば多分大丈夫ですよと。で、アトピーが悪化すればそれに応じてそのステロイドのランクもちょっとずつ上げていけば多分大丈夫なんじゃないですかっていうのが多分皮膚科の先生のおっしゃるポイントだと思ってるんですけども、でも例えばそのアトピーがどんどん悪化していって、さらにそれに応じてそのステロイドのランクもどんどん上がっていって、もうデルモベートのような最強ランクのステロイドでもアトピーが治らなくなってしまった場合どうするんだっていう問題なんですよ。今の問題はここなんですよね。強いステロイドを使い続けていってもアトピーは治らなくなってしまう。ステロイドの抵抗性については他の動画でも説明してるんで、これはぜひ、他の動画で確認してみてください。で、ステロイド、そうですね、デルモベートを塗ってアトピーが改善しなくなった時にどうすればいいかっていうのは、もう皮膚科の先生はもうこの時点でもうお手上げです。お手上げなんです。皮膚科の先生が持っている引き出しっていうのはもうステロイドしかありません。ステロイド以外にないんです。なのでもうデルモベートを塗ってもアトピーが改善しなくなったような患者さんに対してはもうお手上げ状態なんですよ。もうどうしようもない。でそういう患者さんに対して皮膚科の先生が言う言葉っていうのは、もうアトピーって治らないからこれもう一生付き合っていくしかないんだよっていうことなんですよね。もうこういうもうギブアップ宣言するしかないんですよ。もう最初に言えよっていう話なんですけどね、そういうのって。この2つ目の質問に関してぜひ皮膚科の先生に聞いてみてください。デルモベートのような最強ランクのステロイドを使ってアトピーが治らなくなったらどうすればいいんですかと。この質問本当に嫌がられます。はい、今回のテーマは皮膚科の先生が聞かれて嫌がる2つの質問についてお話しさせていただきました。はい、以上です。